兄が大きな黄金のはかりの前に立つと、ジャッカルの頭をした神アヌビスが彼の心臓の重さをダチョウの羽と比べます。兄というこの人物は紀元前13世紀に実在したエジプトの都市テーベ出身の書記官です。今の場面は彼の死者の書の一節で、この書は彼が不死になるための23メートルものパピルスの巻物です。このような葬儀の書は元来ファラオだけのために書かれましたが、時が経つにつれエジプトの人々は通過儀礼をうまく通り抜ければ一般人も死後の世界にたどり着けると考えるようになりました。死とともに兄は壮大な旅に出かけます。彼の遺体は司祭らによってミイラ化され、心臓以外の臓器は取り除かれます。心臓は感情や記憶、そして知性が宿る場所です。ナトロンと呼ばれる塩が体に詰められ、樹脂を染み込ませた麻布で巻かれます。さらに布には身を守るためのお守りが縫い込まれ、心臓にはスカラベのお守りが置かれます。これが後に重要になってきます。2ヶ月にわたるこの過程は兄の肉体を理想的な形で保護し、魂が再び宿れるようにするためです。しかしまずは魂がデュアットという黄泉の国を通らねばなりません。この世界には大きな洞窟や炎の湖、魔法の扉などがあり、これらは皆恐ろしい獣に守られています。蛇やワニや半人半獣の血の中で踊るものと呼ばれる怪物などです。さらにはアペプという蛇の姿をした破壊の神が兄の魂を飲み込もうと暗闇の中で待ち構えているのです。幸い兄は備えができています。彼の死者の書に魔法の呪文が書かれているのです。他の金銭的余裕のあるエジプト人と同様に、兄は自分の魂に必要がありそうな特定の呪文や祈り、暗号などを巻物に含めて置いてもらったのです。これを武器に我らが主人公は幾多の障害を乗り越え、怪物の攻撃をかわしてこっそりアペプを出し抜いて、真実と正義の女神マートの神殿にたどり着きます。ここで兄は最後の審判を受けます。彼は審判を下す42人もの神々に自分がよく生きてきたことを納得させねばなりません。兄は一人一人にお目通りし、神々に名前で呼びかけて犯したことのない罪の名を挙げていきます。こうした否認ないし無罪であるという主張の中には、誰も泣かせたことがないとか、盗み聞きしたことがないとか、水を汚したことがないというものもあります。でも兄は果たしてそんな完璧な人生を送ったのでしょうか。そういうわけではなくても、ここでスカラベのお守りの出番です。私に不利な目撃者となることなかれという文字が刻まれているため、兄の心臓は彼を裏切ることはありません。隣人の喧嘩に耳を澄ませたことやナイル川で足を洗ったことを心臓が思い出すことはないのです。さあ、兄の真実の瞬間、心臓の重さを測る時です。兄の心臓が悪い行いで重さを増し、羽よりも重ければアメミットという怪物によって食われてしまいます。アメミットはワニとヒョウとカバが合わさった生き物です。そうすると兄の存在は永遠に失われてしまいます。でも兄は幸運でした。彼の心臓は汚れがないと判断されたのです。太陽神ラーが彼を冥界の神オシリスのもとへ連れて行くと、ここで死後の世界に足を踏み入れる最終許可が下ります。どこまでも続く豊かな葦の草原で兄は亡くなった両親に出会います。ここには悲しみも痛みも怒りもなく、ただなすべき仕事があるだけです。他の人と同様に兄は土地を耕さねばなりません。墓に一緒に入れられたシャブティ人形に手伝ってもらいます。現在兄のパピルスの巻物は大英博物館にあり、1888年以来ここに所蔵されています。兄の死後に何が起こったかを本当に知っているのは彼だけです。でも彼の死者の書のおかげで、彼が永遠に幸せに土地を耕したことが私たちにもわかるのです。死んだ時に私たちに何が起こるのかという疑問は、人が悩むことを理解した当初から人々の心を捉えてきました。実際それは多くの宗教の基礎となっています。このビデオで世界の5大宗教について詳しく学びましょう。